今日ですね、自民党の総裁選やりまして、5人の立候補者の中から、小泉進次郎さんと高市早苗さんが、決選投票ということで、どうなることかと、先ほどまでネット中継見ておりましたけれども、議員票でも、道府県票でもですね、高市早苗さんが圧勝というか、議員票僅差だったんですけれども、小泉進次郎さんの方が取るかと思いきや、大体五分五分だったと。議員票でも、高市さんの方が上回っていたようでございます。日本の憲政史上初めての女性首相ということで、いつかは女性首相誕生するかと思われましたけれども、高市さんが勝利をしたと。議員票が最初のですね、5人の時の投票では小泉さんの方が圧勝してたわけですけれども、その後やはりその都道府県の票がですね、かなり党員票が圧勝してたと、高市さんの方が圧勝してたということで、議員票もそちらの方に入れようという心理が働いたというふうにも言われております。あとですね、麻生派、唯一残存している麻生派ですね、自民党の派閥で残っている麻生派の麻生顧問は、党員票が多い方に入れるというふうにも事前から明言してたということで、高市さんに入れるだろうということで、その麻生派の票の塊がですね、結構でかかったんではないかなというふうに思います。高市さんがね、首相になる見込みですね。まだ見込みでしかないです。自民党の総裁、だから女性首相になるかどうかもまだわかんないんだよな。ただ、野党がどういうふうに動くのかっていうところが、これから、おそらく小泉進次郎さんの場合はですね、維新の会と近いので、また公明党との関係も悪くないので、自公連立は強固になりますし、なんなら維新の会も連立に入ると、連立与党になるという可能性は非常に高かったと思うんですが、今回ですね、高市さんが自民党の総裁になったということで、非常に右寄りの発言をされる方であるというふうには皆さん言われておりますので、日本の政治ね、参政党が圧勝したりとか、圧勝というか、議席を伸ばしたりとかする外国人差別だったり、外国人を出ていけムーブみたいな、そういったものに結構近いところがありますので、なかなか維新の会組みづらいっていうところはあると思います。自民党でも一番右寄りの方だというふうにパブリックには認識されておりますので、維新の会はなかなか組みづらいだろうなと、連立を。となってくるとですね、それこそ参政党ぐらいしか多分組むとこなくて、参政党と組んだらさすがにね、しかも票数的に参政党、議席的にちょっと足りないんで、参政党入れたところで、なかなかその連立の組み方っていうのが非常に難しくなってしまうということがありますので、どうでしょうか、高市さん。ただ、じゃあ野党が立憲民主党の野田さんに全員入れるかっていうと、それも多分ないんで、国民民主党は相変わらず玉木雄一郎さんに入れるだろうし、となると、消去法で、少数与党の高市早苗さんのところに、集まってくるという流れは変えられないのかなと思います。正直自民党の議員はですね、自民党として一塊になるのが多分一番ベタだと思います。ここで自民党が割れてですね、維新とか、立憲とかとくっついたとてですね、参政党とか国民民主党の勢いに勝てるかっていうとなかなか難しいところがあると思いますので、ただ、どうなんですかね、選挙に強いリーダーっていうのが、今回小泉さんになったらそういった形になってたんでしょうけれども、右寄りなんで、ちょっと組みづらい政党とか結構多いだろうなというところと、ただ自民党の勢いとしては日本保守党とかに流れた票が、参政党に流れた票なんでしょうけど、それは回復できるんじゃないかっていう風な思いはもしかしたらあるのかなと。さっきネット中継見てたんですけど、ネット民の高市早苗人気が謎に大きい。なんでこんなに大きいのかよくわかんないんだよ。僕からするとね、経済政策的にも高市さんが首相になった方がいいみたいに言ってる人たちがいて、それもちょっと僕はよくわかんないんだけど、改革していった方が、社会保障制度とか高齢者の医療費とか、そういったところの社会保障費を改革していかない限り、やっぱり日本の財政って厳しくなってるんで、そこに国債バンバン発行して、財政拡大していくみたいな感じの、おそらくそっち方面になっていくと思いますので、僕はちょっとどっちかっていうとネガティブかなと思ってるんです
ですが、市場関係者は、それでも小泉が勝つだろう、小泉進次郎が勝つだろうっていうふうに予測してたような気もするので、マーケットに関してはちょっとネガティブなのかななんていうふうに私は思ったりもしてるんですが、市場はどう反応するかわからないんで、金曜日ね、日経平均最高値、つけておりましたけれども、これがどうなるのかによって、マーケット、僕はマーケットは進次郎期待だったような気がするんですけど、ということで、一応少数与党として、連立は組まず、なんとか、首相の座は野党結集しない限りはないので、それは多分玉木さんとかやらないと思うんで、なんとか総理にはなれるけれども、なかなか予算とかを通すのは難しい状況が続いていく。そのまま3年間やるんでしょうか。これは内閣の支持率次第だと思いますけれども、またもしかしたら早期に総裁選あるかもしれませんということで、今日は自民党総裁選について、解説しました。いってらっしゃい。